この番組は TKS の皆さんとご覧のスポンサーの提供でお送りします。雨音がして目が覚めた。おはようございます。無職の TK です。雨が降ると故郷の長崎を思い出す。長崎の寿司はうまかったな。そうだ、今宵は寿司にしよう。長崎の竹馬の友は元気だろうか。今頃皆子供がいて、その子供が青春を謳歌している頃か。ということは同級生は皆父親をしているところであろう。尊敬する。おいらは未だに学校に不登校だった高校生の時と何も変わらない。40歳引きこもり無職だ。願いが叶うならもう一度みんなと一緒にバスケがしたい。おいらが遅いのでボンボンが朝食をせがんでいます。ボンボンは餌が欲しいときは泣かない代わりに物を落としたり、紙を破ったり、段ボールを食べたりして飼い主の気を引こうとします。今日もこのお皿を落として壊したら餌がもらえると思っているようです。人間の頭脳の方が一枚上手でした。これから猫に餌をやって朝食を作っていきます。話を地元の話に戻します。長崎から上京した時に、その多くの友人とは疎遠になり、その10年後にアメリカに移住した時には友人はゼロになっていた。そしてアメリカでさらに10年間親の仕送りで細々と無職の生活をしている間に一人ぼっちの中、妻と出会い、そして TKS のみんなと出会うことができた。先週はそんな TKS の仲間から仕送りをいただいて本当に嬉しかった。妻と二人で喜んだ。明けホストさん、ありがとう。その他の TKS の皆さんも仕送りよろしくお願いします。それでは現在ギネス更新中の毎朝ラップサンドイッチ生活です。いただきます。おいしいです。今週も TKS からのコメントを読んでいきましょう。S ピリエさんからのコメントです。あなた様に伝えたいのでコメントします。いつまでも両親は生きていませんよ。私もアメリカ在住です。10日前に父が亡くなりました。母から倒れたと連絡をもらい、急いで日本に飛びました。意識は戻らずでしたが、なんとか間に合いました。10年前に自由が欲しくて渡米しましたが、両親に仕送りもせず、今は後悔しています。私が仕送りをしていたら、父は倒れた日も仕事でした。今、現実を目の当たりにして、近い将来に完全帰国を検討中です。長文失礼しました。S ピリエさん、ご愁傷様です。辛い中、コメントありがとう。おいらの両親は他の同級生の親より10歳くらい年だったから、小学生の時からいつも大好きな両親が明日死んじゃうんじゃないかって心配だった。だから大学生になって東京に出てからも必ず年に2回は両親に会いに帰っていた。アメリカに移住してからも毎年両親に会いに帰っていた。おいらは親の死に際よりも元気な時にたくさん会いたいと思っていたから、
本当は長崎の実家で両親と一緒に生活していたらよかったんだけど、都会への憧れが勝って実家を19の時に出てしまった。あれから20年。ここ数年はビザの問題で両親に会いに帰れていない。悔しいよ。でも今年こそは両親に会いに日本に行けるかもしれない。日本では妹が両親の面倒を見てくれている。ありがとう。もし両親が危篤になって明日死ぬってなっても、おいらは日本に帰らないよ。渡米した時に死に際には会えないことを覚悟してきたから。元気な時にたくさん会ってきたから大丈夫。でもいつか来る日を想像するだけで涙がこみ上げてきそうだ。思い出はたくさん心にある。本当はもっと一緒に過ごしたいけど。辛い話題になったので、かわいい猫ちゃんたちと一緒に遊んでいきましょ早いぞ。う。ボンボンは白内障を患っているので、ジボンのような機敏な動きをするのが苦手です。家から出ずに横になっています。遊び疲れたジボンがキャットタワーの最上階で眠っているのが気に食わないのか、奪い取ろうと行動を起こしました。ジボンがまたあいつが動き出したと不安がっています。視力が良くないため、キャットタワーに登るのも遠回りなボンボン。ジボンから最上階を奪うことに成功しました。大好きなキャットタワー最上階で爆睡するボンボン。大変お待たせしました。今宵の寿司ネタを仕入れにダウンタウンへ向かいます。アメリカで寿司を食べようと思ったら1人$250ぐらいするので、アメリカでは寿司は自分で握るに限ります。まずはいつも通りうつの治療のためジムへ向かいます。ジムが近くなってきました。憂鬱です。この日は胸と二頭のトレーニングの日だったので、まずはインクラインベンチプレスをしました。続いてマシンでチェストプレス、リクラインプレス、フライをやって30分程度で終了です。妻が GU のパジャマが欲しいということなので、双方にあるユニクロ GU に向かいます。 GU に着きました。双方の GU、 閑散としていました。大丈夫でしょうか。日本の GU にも行ったことはありませんが、すごく人気の店だと聞いたことがあります。お目当てのパジャマは日本の GU でしか手に入らないみたいなので、ユニクロにも来てみました。結局どちらの店でもお目当てのパジャマを見つけることができなかったので、寿司のネタを仕入れにイーストビレッジにあるウェグマンズに向かいます。ウェグマンズでのお目当ては魚を扱っている魚屋だけです。1階にはポケが売っています。日本直送のかなりの寿司ネタが陳列されています。寿司ネタを買うならウェグマンズの魚屋一択です。無事にネタを仕入れて家に帰ります。家に着きました。寂しがり屋の
ボンボンのお出迎えです。うつがしんどくなったので昼寝します。ウェグマンズで買ったものの紹介です。豚肉990円、キングサーモンの柵2300円、赤鯛の刺身1800円、しその葉300円、わさびパック440円、カンパチの柵3000円、北海道冷凍ホタテ刺身用1500円、フランスパン550円、トータル1万1000円でした。昼食に妻がキムチチャーハンを作ってくれています。キムチチャーハンチーズ入りの完成です。いただきます。美味しいです。腹ごしらえも済んだので、オイラは掃除機をかけていきます。妻はオイラの大好きな抹茶チョコパウンドケーキを焼いてくれています。完成です。寿司の前に本日2回目の買い出しスーパーマーケットに来ました。少し遅めのスーパーマーケット、人が少なくて好きです。無職のおじさんが通ります。大変申し訳ございません。本日2度目となる物価調査です。お付き合いください。牛乳2つで1600円。一部番組の予定を変更してお送りします。大変お待たせしました。これから寿司ネタをカットしていきます。なるべく四角でもちろん斜めにする？ちょっとずつ斜めにして幅を広くご飯にこうかぶさるようにできるだけ面積できるだけ広めに斜め長さも斜めとっていくか。軽く一口サイズのシャリを握り、逆の手でネタをつかみ、シャリの手でわさびを取り、ネタに塗りつけ、シャリの上に乗せて完成です。無職の TK は横でチャチャを入れるだけで何も手伝いません。別の角度から見ていきます。シャリを握ってネタをつかみ、わさびを塗ってシャリの上にかぶせて軽く握って完成です。会得するのに10年はかかると言われるスキルを韓国人の妻がYouTube を見てわずか30分でマスターしてしまいました。寿司を食べたい引きこもり無職の TK のために寿司を握ってくれた妻、ありがとうございます。いただきます。めちゃくちゃうまいです。妻は炙りサーモンを作っていきます。美味しそうですね。どうでしょうか。いい寿司が食べられたので、おいらは風呂に入っていきます。ニューヨークの日本人の寿司おまかせのレストランに行くと、安いところでも3万6000円、寿司マーサなど高級店では15万円のおまかせになります。
ニューヨークで寿司を食べたかったら中国系の寿司屋に行くか自分で握るしかありません。絶望します。この番組は TKs の皆さんとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ここまでご覧いただきました皆様、本日もご視聴ありがとうございました。本日の YouTube はいかがでしたか？気に入っていただけたら仕送りよろしくお願いします。あと、思ったこと何でも構いません。コメントしてもらえると嬉しいです。次回の無職の TK は自宅で寿司を極める。それではまた来週金曜日夜7時にお会いしましょう。おやすみなさい。